おはようございます。ペイです。今回の旅は軽自動車ジムニーで私たちが大好きな山旅に行ってきました。向かった先は四国徳島県。冬を前にした山間部では新鮮すぎる農作物に驚き、美しい水辺ではマイナスイオンをたっぷり補給、自然の中でたくましく生きる動物たちとの出会いも、そして息を飲む樹氷の光に夢中にもなりました。もちろん私たちの旅に欠かせない温泉も。本日は本格的な冬を前にした晩秋の四国山の旅、冷たい新鮮な空気をたくさんお届けします。よろしくお願いします。今私たちがいるのは徳島県の道の駅温泉の里神山です。本日は久しぶりにジムニー旅をしようかなと思ってジムニーに乗ってきました。キャンピングカーの旅ばっかりしてたんですけれども、久しぶりにジムニーで山旅をしようかなと思って、今回は剣山のスーパー林道を少し登っていって、でその後はその近くの温泉に行こうかなと思ってます。で、これから道の駅温泉の里神山で少し買い物をして、でそこから剣山のスーパー林道登っていこうと思います。今日は久しぶりの山旅です。では本日もよろしくお願いします。じゃあ行ってきます。さっちゃん、ジムニー狭いね。狭いの好きやから久しぶりになんか荷物積んだらもう満載になってね。いやでもこれはこれでなんか結構いつもね、これでずっと旅してたからな。そう寝てたし、ただ前すずちゃんやったけどナギ大きいな。もう後ろナギでほとんどやもんな。もうハウスにも入れへんくなっちゃって、ナギはジムに乗ってたら前から見たら3人顔ばっかりなんて。手振ってくれはったね今日ね。そうやったな、キャンピングカーの人な、でも多分あれはワンちゃん、にゃんちゃんにそうナギが乗ってんの見えて振っただけやろ。キャンピングカーじゃないもんだってうち。そうやね、間違えて振りそうになった。なんか寒いって震えるわ。めっちゃ寒いね。寒い。これ山の上行ったらもっと寒いな。ナギあったかいな。ナギにこう。あそれええな。なんか手震えてカメラガタガタ震えてる。地震が来たと。ちょっとトイレ行きます。寒い。あ、キウイ売ってんじゃんこれ。これ。ほんまや。あ、安っ。マジ。いいな。やばい。あ、かっちゃん。銀杏最近ハマっててね。封筒でほら電子レンジで入れるっていうのをだから。いろいろあるね。ちょっと買いすぎやね。また箱でめっちゃ安かったです。めっちゃ安くてなんか好きなものがそう、金柑とかね、なんかめっちゃ邪魔や。大根でかすぎる。金柑とかね、そうこういうのね、なんかちょっと見にくい。後でよいしょ。めっちゃ買いすぎ。ここ何回か来たことがあるんですけど、柚子がね、柚子じゃない、すだちか。この辺りすだちの里って言われてるみたいで、すだちがね、いつも買いたくて来るんですけど、やっぱりありました。いいのが。よかったです。いやー、荷物がどうする？にゃんちゃんの場所がなくなってる。よいしょ。いや、にゃんちゃんこれどうしようか。にゃんちゃんの場所がまた狭くなるね。よいしょ。いけます？ちょっといけません？ちょっとこうした方がいいよな、やっぱり。これの方が何のスペースが。そうやね。そうしとくわ。ちょっとお野菜。やろ。はい、賢い。いい感じ。コンパクトやね。コンパクトやね。はい、じゃあ閉めるよ。天気がいい言うてたんやけどな。天気めっちゃ曇ってんな。これから晴れる。これから晴れる。
ね天気がねすごいめっちゃ多分ねめっちゃ近いと思うねんけど顔がいやどういうこと？いや車がちっちゃいからやろ。あ、そういうこ顔ばっかりめっちゃ3つ顔並んでね多分いつもはねキャンピングカーなんでもうちょっと広いんですけど、今日は軽自動車のジムニーなんですごいもうぎゅうぎゅうです。今日はね天気がいいと思ってきたんですよ。でもねなかなか雲がねめっちゃかかってて、すごい晴れって言って天気予報では言ってたんですけどね。でね結構寒いな。寒いは寒いけどね。これ山の上行ったらもっと寒いなまあなんか久しぶりにねジムニーに乗って林道っていうんですけど、舗装されてない道を行くんですけど、以前はよく林道旅みたいなしてたんですけどね、今回はね初めて凪は剣山やな、すずちゃん行ってんなすずちゃん行ってな。なのでね一回凪をね連れて行きたいなと思ってたんで、今日は11月の26日なんですけど、確かね12月からその林道に行く道は閉鎖になるんですよね。その前に行きたいなと思って、で、ちょうどね時間が平日に1日取れたんで、今回はジムニー旅にしました。これはこれでね狭いけどねいや狭いの全然楽しいやんね。ぎゅうぎゅうやな。でもやっぱり荷物積んだらさ、気楽は気楽だね。枝が出てても大丈夫だな。運転はめっちゃ気楽やな、本当にどこでも行けるしな。なんやったらバックでずっと進んでも行けるしな。今度すれ違いとかねあんまり気にしなくていいから。やっぱりキャンピングカーはね高さとかがあるんで、どうしても行ける場所が行ける場所が限られるというか気にしながら行くんで、気を使いますよね、そういう意味ではね。けどジムにはもうどこでももうダメだったらバックで出ていくこともできるんで、やっぱり気が楽ですね。かっちゃん左にイチョウがあるわ。あ、ほんまや。これは色ついてんな。すごいめっちゃ丸い。丸いな。うわーでっかい。わーすごい。感じ。わー綺麗。イチョウ綺麗ですね。一応綺麗。一応綺麗。イチョウ綺麗。一応綺麗。なわけないわ。なわけない。もういい空気が台無しよ。綺麗。綺麗綺麗めっちゃ綺麗。満月のようにこう丸く成長。って書いてました。満月一丁っていう。また太陽が出てきたらめっちゃ綺麗やな。あったかい。あったかい。母ちゃん、はい。剣山スーパー林道の入り口に来ました。はい。で久しぶりに来ましたここに。久しぶりもう久しぶり。母ちゃんは1回来たことあるな。一回来た。私はもう何回や4回目ぐらいですかね。4回目ぐらいです。でこんな感じで書いてあります。初めてここ来た時にめっちゃビビった。この看板。じゃあ熊出没注意。持ってます。はい、今日も持ってます。そうなんですよね。熊がね、やっぱり出るみたいで。今のところね、北海道に行っても、山のこういうとこ入っていっても熊には会ったことがないんですけど、イノシシぐらいですかね。あったのは怖いなと思ったのは。鹿ちゃん。鹿ちゃんはね、もう急に飛び出してくるんで、鹿はかなり気をつけておかないと危ないんですけど。熊はねまだ会ってないんですけど、一応鈴とかね一応の対策はしてますけど、はい、当てになるかは分かりません。気をつけながら入っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。今舗装されてない道に入りました。でもうねここはねガタガタなんですよね。砂利道というかちょっと大きめの石とかもあったりする道ですね。
でまあこういう道をずーっと登っていくんですけど、まあ、こういうのがね、林道って言ったりしますよね。この剣山スーパー林道っていうのは林道の中でもかなりね長い林道なんですね。まあ舗装されててちょっと舗装されてない道があるっていうのはあるんですけど、まあ、このスーパー林道、この剣山スーパー林道は全長でどれぐらいだったかな、まあ、この辺に書いておきますね。かなり長いです。何十キロっていうキロ数なんで長いです。もうでも今かなりこんなになりましたけど、まあ、ハンドル持ってないんでかなりはこんなになりますね。まあ、道は、まあ、すごい揺れおーよみたいなこんな感じですね。ずっとアトラクションみたいな感じです。はい。母ちゃん、はい。なんか苔の森みたいな感じ。苔の森って書いてた？いや、苔の森みたいな感じ。ああ。このね、ずっと岩にね苔がついて、上の方まで大きな岩があって、まあ奥の方にね滝あるんですけど、ちょっとねあそこまで、まあ、登っていけなさそうなんですけど、水きれいやで、母ちゃんちょっと行ってきてください。マジで？気をつけてんの、でもほんまに久しぶりやん。あかんね、こけたらそういうんじゃないから後押ししないで。しない、そういうつもりじゃないから。ななぎ戻る。なぎ行かないよ。杖いる？大丈夫？まあそれでもいいやん。まず気ぃつけや、ほんまに。あかんで、いつものノリで行ったら。綺麗ちゃん、それめっちゃ綺麗やろな。全然届いてなんかちょっとかかったかなって感じ。水がめっちゃ綺麗ですね、やっぱり。お、冷たい。綺麗。久しぶり。もうめちゃくちゃ気持ちいい。本当に気持ちいいです。家内は今山でうんちを踏んで綺麗な川で洗ってます。母ちゃん、あなた臭いですね。山で洗濯なんかやらな気が済めへんねんな。その綺麗やって言ってた水をすごいね、やっぱり持ってるね。さっきはね、久しぶりのこの山の空気にもうめっちゃ気持ちいいって思ってたんですけど、なんか臭いってなってなんか臭いってなりましただから家内はまだ洗ってます。面白い人ですよね母ちゃん行けたん？行けた。はい、ほな早く帰ってきて。洗っとき。帰りまたうんとあかんでもう言いづらいわお前上流で洗おうな、下流で洗ったらあかんやろお前どこで洗っとこうってちょっともの考えたんかな思ったら下流行くんかちょっと上流行きや。一個上上がったらいいんちゃう、ほんなら。踏みないや、もう顔から突っ込んだらあかんでも怖いわ、もう。上がりも。はい。もう洗ってきて綺麗だと思うんですけど、
印象って怖いですよねなんかね匂ってる気がするね車の中が。いや大丈夫やと思うねんけど、なんかさ、まあちょっと気温が低いんで暖房かかってるんですよね。だからなんかね、なんか香ってくるような気がしますね、まあ大丈夫ですけどね。綺麗に洗いましたから、出発しましょう。かわいい。あ、かわいい。何やろう、アナグマとかいう、なんか今ね走ってたら、タヌキじゃないと思うんですけど、アナグマっていうんですかね、ああいうのがねいたんですよ。ミミズ撮ってました。でね、それをね一生懸命カメラで撮ってたんですけど、カメラがおかしくってねタイミング悪いですね。でも今ちょっとだけね多分顔見えたと思うんですけど、めっちゃ可愛かったです。林道走ってたら、あの上のところがね白くね、あれって樹氷っていうんですかね、雪じゃない、なんか怖いな石がね、なんか動物がおるかなあそこつららもあるね。であそこがね白くなってて、多分樹氷だと思うんですけどね、めっちゃ綺麗なんですよ。でこれはちょっと撮影したいなと思って降りてきたんですけど、母ちゃん、はい。ここは徳島のへそ。はい。この林道には徳島のへそっていうところがあって、そこを目指してきたんですけども、母ちゃん、はい。ここは徳島のへそ。はい。何回も撮り直してるんで、徳島のへそ、徳島のへそ、なんかへそへそ言ってます。私のへそ。そんなんよ。お前5分とけ。このね徳島のへそを目指してきたんですけれども、今着きました。景色はこんな感じ。どうぞ。はい、どうですか。めっちゃ景色綺麗ですね。ねえ。空気がな、やっぱりすごい綺麗っていうんですかね、こういうのをね、なんか新鮮な感じがしますね、やっぱりね。なんか喉がぜいぜいなんか綺麗な空気吸ってんのに2人おるみたいなちょっと今さっきちょっと樹氷を取りに行った時にちょっとねかなりの上りを登ったね登ったんで、左の膝ももうバカになっちゃってちょっと滑落するかなと思いましたけどね。はい、大丈夫でしたでも今なんか喉がもう一人いるみたいになってますけどね。はい、じゃあここでしばらく楽しんでいきたいと思います。
ごい景色で食べてるんだね絶景おにぎりちょっとしわしわになっちゃったね。しわしわになっちゃった。絶景ソーセージしわしわになっちゃった。急ぎだからこれしかない。やんちゃんってこうちょっと眠そうなこんな目で見んのこうやって。まぶくな。いや車の中置いてる。寝てたなさい。こっからね同じ道を下ってってで登ってきたんとは逆側に降りてってで、月ヶ谷温泉だったかな、そこに行きたいねんけどな。結構距離あんねん多分。温泉まで。降りるのに結構距離あったように思うねんけどな。あったあ、上手。こよいしょ。片付けましょうか。まあなんかこういうちょっと手間のかかるのも面白いな。これで楽しくてやってたもんね。そうやな。キャンピングカーは便利になりすぎてそうそうそう。もの考えられへんなる。たまにテント張らなあかんやっぱり。まあね、忘れちゃう。忘れるわ。徳島のへそ出発しました。でこれからですね、月ヶ谷温泉に行きたいなと思ってます。はい。ただどうかな、空いてるかな。なんか多分定休日は火曜日やと思うねんけどな。まあ行ってみましょうか。まあでね、ちょっとね距離はねそんなないんですけど山道なんでかなりこうぐにゃ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 、まあ今ももちろん林道走ってるんでこんなんなってるんですけど、まあ、時間がねかなりかかるんですよね。距離以上に時間がかかってしまうので、まあでも多分8時ぐらいまではやってたように思ってんけどな。なんか、はい、多分大丈夫だと思います。じゃあ入ってきます。なんかまたや。またいやこれアナグマちゃんか。これだね。またね今アナグマちゃんがいますね。ちょっと見てみましょう。来た来た。ちょっといけたいけた。またねアナグマちゃんがいましたね。で対向車がねちょうど来たんで対向車の方にも伝えときました。ちょっとねなんか結構なんやろな、出てくるな。全然警戒心がないのか低いね。まあ、あと目がなんか見えてなさそうな目やったかな。だから目合わなかったね。だからかなんかねこう道路のこの林道の方に出てこようとしてたんで対向車の人に左側にアナグマがいるんで気をつけて通ってくださいって言ってお伝えしておきました。まあ、なんかなクマーってならなかった。あ、またや。またマジで？ここにもおる。マジで？そんなに？
今度が怖い。逃げた。最初ね、アナグマ珍しいなって初めて見たって言ってね、もう何匹見たかもう何匹見たんかな。何匹は見たね。ね、すごいですね。なんか繁殖期とかなんですかね今。すごい出てくるねんな。なんか珍しいと思ったのに、普通になんか猫ちゃんみたいに出てくるね。あ、あれ何？あ、違うの。ごめん。違う。全然木やったの。木。何見てもアナグマに見える。でも可愛いな、やっぱり。可愛いね。可愛い。めっちゃ可愛い。どう？なんかめっちゃ滑るし。滑る。コケ？コケ。これ危ないわ。でなんか近くに飲もうと思ったらなんか汲むもんないと。あ、そっか。コップみたいな。この水飲めますって書いてあるね。本当だ。すごいね。すごいね。これ怖いね。うわー。すごいね。わーお。なんちゃん大きなったな。すごい綺麗な景色。今ね山道を走ってたらねキジがいました。今日いろいろ動物出てくるな。すごいですね本当に。ちょっともう隠れちゃってね見えなかったんですけど、あと 9.3 キロ。全然ぐにゃぐにゃ道で前進まへん。ほんまに前進まへんのナビのな。進んでや戻ってなあ。すごいな。これじゃない？そうだね。ようこそいらっしゃいませ。月ヶ瀬温泉月の宿。あ、本当だ。あったね。うん。おお、なんかいい雰囲気。うんね。母ちゃん、はい、温泉どうでした？めっちゃ良かったです。温泉ね、気持ちよかったです。山がね、やっぱ寒かったから、気持ちよかった。温まりました。温まりました。めっちゃ空いとったしね。いや、もう一人。今日は月曜日なんで、めちゃくちゃ空いてました。もう貸し切りでした。ゆっくり泳げそう。なかなかこんなね、山の中の温泉ね。いや、温泉やからな、あんまりなんか人が来ない。来にくい。ちょっと来づらいやろな、ここはな。結構ぐにゃぐにゃ走ったもんね。まあでもこっから向こうの徳島側に徳島の海側に走っていく分にはそんなにぐにゃぐにゃしてないと思うんだけど、自分たちは山から下ってきたんですごいぐねぐねできたんですけど、おそらくですけど今から帰っていく道はまっすぐなんじゃないかなと思ってます。はい。お宿のね、お宿の門のところが綺麗だよね。なんかのれんとかも月の宿って書いてあって、すごいなんか雰囲気があって、で水車もねあるし、まあちょっと暗くても見えるけどな。そう、ちょっと暗いけど、外でちょっとテラスとかもあるからね、ワンちゃんとか一緒に座れそうじゃない？ここでアイスクリーム食べても良さそうな感じ。アイスクリーム買ってきましたよね。アイスクリーム。だからこれがこの上勝っていうかな、ここは上勝町か上勝町っていうんだと思うんですけど、まあそこの番茶としそを使ったアイスクリームが売ってました。200円違うわ、340円か。だから1つ200円で2つで340円とかな。お得でした。はい。お湯はね、いいよね。なんかそんななんかすごい硫黄の匂いがするとかそんなんじゃないけど、全然すごい自然な感じ。ちょうどいい感じのなんか自然な感じでよかった。いい感じでした、とっても。じゃあ帰りかけましょうか。ちょっとでもこのアイスねいただいてせっかくですから。どうぞ。どうぞどうぞ。もうええよ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。いただきます。もういただきます。
でやねん。ちょっと溶けとったでも美味しい美味しい。ちょっと拭きたいから母ちゃん、はい、ここは道の駅ひなの里勝浦、はい、今日は久しぶりに山旅をしましたけども、やっぱり良かったね。良かったね。なんか景色とかも空気も、ね、樹氷とか、あと動物ちゃんな。動物ちゃん、すごいたくさん会えたね。そうやな。やっぱりキャンピングカーではね行けないところだったりするので、やっぱりねまた違う楽しさがありましたね。久しぶりにジムにやっぱり良かったなと、はい、思いましたね。で温泉もねかなり山あいの中でキャンピングカーで行ったらほんまにもう居住部分半分あれみたいな、上がね気づいたらね本当に上が秋々になってるみたいな本当ねそれぐらい木がねもうジムにでも当たるぐらいだったんで、やっぱりね山の中ってねすごい木が生い茂ってましたね。道も細いしね、なかなか楽しい旅でした。はい、じゃあ、ここからもう帰っていきたいと思います。ここからあと140キロぐらいかな、神戸までは。はい、まだそれぐらいはあるんで、でも高速道路なんで、2時間ちょっとぐらいで帰れるかなと思います。じゃあ気をつけて帰りたいと思います。本日もありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。